彼は最高で時速 1500km というスピードで飛行可能な反重力プラットフォームを製造しました。今もとある場所で常に展示されていて見ることができる。こんにちは。ストレンジハンターのタカです。ストレンジハンター助手のまさこです。なあなあ、タカちゃん。どこでもドアがまさこは早欲しい。満員電車も解消されるどころか、自分の住みたい土地に住んで通勤することも可能になるやんな。好きな場所へ旅行もできるし、世界がより身近に感じられるようになると思う。タカちゃん、どこでもドア早う。そうか。どこでもドアに似ている技術ならすでにあるんや。ドアを開けたらすぐにその場所に行けるっていうよりも、めちゃくちゃ早く、僕らが想像している以上に速いスピードで移動できるもの。超高速移動マシン。そんな超高速移動マシンを実際に作った人がいます。それはロシアの昆虫学者ビクトル S グレベニコフ博士です。彼は1988年にある昆虫のキチン質核に反重力効果があることを発見した。キチンとは昆虫や甲殻類のいわゆる皮膚にある窒素が多く含まれた物質のことです。そして反重力が作用する場所に存在する物体は完全または部分的に視覚できなくなるか歪んで見える現象も発見しました。この発見に基づき、彼は最高で時速 1500km というスピードで飛行可能な反重力プラットフォームを製造しました。そして1990年以来、彼は高速移動のためにその装置を利用してきたそうです。グレベニコフ博士の超高速移動マシンの研究の発端は、ある一つの経験でした。1981年、不思議な体験をしました。木綿を瓶の中に投げ入れ、蓋をしようとした瞬間、軽い小さな繭が飛び跳ねてきたのです。それは卵型をしており、瓶の中で飛び跳ねていました。繭の中の幼虫やさなぎが自力で飛び跳ねることは不可能なはずだ。しかし、彼の常識を覆し、繭は何度も飛び跳ねては瓶の壁に当たって落下しました。後で彼はその繭だけを取り出し、自宅に持ち帰って観察することにしました。長さ約 3mm、幅 1.5mm の繭の外側は硬くできていました。これはおそらくその物質はキチン質核でできていたのではないでしょうか。観察をしていて気づいたことだが、飛び跳ねるときは転がりもせずスムーズに飛び上がったんです。足があったり体を曲げることのできる昆虫の場合は理解できないわけではなかったが、ただの卵型の物体が自分の背丈の十数倍も飛び上がり、また水平に飛ぶこともあり、その際は高さ5センチ、距離35センチにも及んだ。これは自らの幅の30倍を超えていました。この卵は孵化させた後に分かったんですが、蜂の一種であった。翼を持った成虫の蜂は飛ぶことはできるが、高度を増せば空気が薄くなってしまい、その目的を果たせない。だが、繭の中の幼虫では全く状況が異なる。もしも5センチ飛び上がった繭を捕まえて、そこからさらに5センチ飛び上がらせるとする。そして、そこからさらに5センチ飛び上がらせて、延々と繰り返してみたら、もしあの蜂の卵が地球を脱出したいという意志を持っているとしたら、という彼の考えは空想にとどまらず、実際に反重力プラットフォームの製造に向かいました。タカちゃん、まさしく不思議発見ですね。その後、装置はできたんでしょうか？じゃあそのあたりを話していこう。お願いします。1990年3月7日、グレベニコフ博士の初飛行。離陸時は安定していたが、次第にスピードのコントロールを失いながらも、なんとか自宅にたどり着きました。夜中だったからなのか、誰にも見られなかった。新聞でも自分らしきものは出ていなかったそうです。それは偶然だと思いますか？それとも必然だと思いますか？それは必然でしょう。なぜならば、彼はかなりの高速移動をしていたが、
風の動きの影響を受けていなかったのです。つまり、周囲の空間を上向きに切り取ると同時に、地球の引力とも切り離し、実際には見えないが、円筒形状空間を作り出す。しかし、彼自身と周囲の空気はそのまま、切り取られた円筒形状の空間内に留まる。それによって、自分は見えなくなったんだろうと彼は予想した。ただ、その空間は、体をわずかに覆う程度のものだった。理由は、彼が頭を少し前にせり出せば、すぐに強烈な風で髪が乱されたからである。ほんまに見られへんかったんですか？そうだね。視覚性に関しては、あえて人に近づいて、自分が目撃されるかどうか、何度も試みています。森の端で遊んでいる3人の子供たちに、至近距離まで降下して近づいてみたこともあった。しかし、ほとんどの場合、プラットフォームと彼自身の影も投射されず、彼が気づかれることはなかった。こんな魅力的な移動マシンがあれば、とても便利でいいことだと思う人が多いでしょうが、グレベニコフ博士は、この超高速移動マシンのことをずっと秘密にしてきました。その理由は、真実を証明するためには、時間と労力を要するからで、彼はそのいずれも持っていなかった。第二の理由は、唯一シベリアに生息するある種の昆虫を利用したからである。もし、その昆虫の名前を具体的に公表してしまうと、誰もがその奇跡の昆虫を捕まえようとして、すぐに絶滅の危機にさらされることを恐れていた。また、体調を崩して入院したことも理由に挙げられる。彼は、反重力効果を生み出す強力な電磁波、放射能を浴びていたのです。これはノーベル賞ものの発見じゃないですか？もっとフューチャーされてもいいと思うんですけど。確かに、これは画期的だ。現代の技術だ。という人もいるかもしれないが、これは古代よりある技術なんです。地球にある技術というよりも、そもそも宇宙にあった技術ではないだろうか。それをグレベニコフ博士は現代で気づいたのでしょう。ということは、昔も超高速移動マシンってあったんですか？そう。古代エジプトには昆虫を利用した反重力装置、超高速移動マシンがありました。反重力装置に関しては、ピラミッドにも使われていると考えると面白い。石を積み上げるときとかね。では、グレベニコフ博士は、とある昆虫を使っていたと言っていたが、エジプトでは何の昆虫を使っていたのか。ストレンジハンターの僕は、その虫をフンコロガシだと推測しています。フンコロガシ？そう。フンコロガシはどういった昆虫なのかというと、甲虫類のコガネムシ科に属します。コガネムシの一種ですね。フンコロガシという名前以外にも、タマオシコガネとも言います。フンコロガシやタマオシと言われるだけあって、動物の糞を球状にして食べ物として持ち運びます。食べ物である糞を見つけると、自分がすでに持っている糞に合体させて大きくしていきます。実はこのフンコロガシ、古代エジプトではスカラベという名前で神聖化されていました。なぜ神聖化されていたのか。理由は、フンコロガシが食として持っている粉塊です。古代エジプトの人々は、粉塊を転がして大きな球体を作るスカラベの習性を神秘的なこととして捉えていました。そして、その大きくなる球体を太陽に見立てて、太陽の運行を司る神と同一視したのです。実際にスカラベは古代エジプト壁画にも描かれていますし、ミイラの中に入れる最も重要な護符の一つとなっているのです。なんと、心臓の代わりに入れられていたのです。そんな神聖視されているスカラベが超高速移動マシンに使われる？そんな疑問を持つ人もいるでしょう。しかし古代は現代よりもずっと栄えていたと考えると、古代エジプトの人々はフンコロガシの能力に気づいていて、その力を借りていたと考えるのが自然ではないでしょうか。そして、その恩恵を受けたからこそ、神聖視をしていたのではないでしょうか。そもそも昆虫が飛ぶ仕組み自体も、現代では分かっていないことが多いです。甲虫と言われる虫が飛ぶって、よく考えると、あまりにもアンバランスすぎませんか？その例の一つとして、カブトムシが分かりやすいでしょう。あんなに大きな体を持っているのに、飛ぶ時に見える羽、めちゃくちゃ薄いですよね。アンパンマン並みに
羽が濡れたら力が出ないって声が聞こえそうなほど、華奢すぎる羽だと思いませんか？では、なぜ飛べるのでしょうか？ここで出てくるのが反重力の力です。昆虫が飛ぶ仕組みとして使われるのは、おそらく電気を利用した浮力でしょう。気象庁の地磁気観測所によると、地球表面はマイナスの電気を持っています。その一方で、上空はプラスの電気を持っており、地上とは電気の圧力の差が出ますよね。昆虫はおそらくこの差を利用して浮力に変えているのでしょう。そう考えると、カブトムシの華奢な羽とごっついボディの説明がつくのではないでしょうか。昆虫の知られざる力、すごいですね。古代エジプトにあるとしたら、もしかすると、超高速移動マシン、日本にある場合もありますかね？君はいい質問するね。日本ではいつの時代からあったのかは分かっていないけど、そんな超高速移動マシンらしきものが奈良時代に見つかっている。今もとある場所で常に展示されていて見ることができる。どこで見れるんですか？日本で最初に世界文化遺産に登録された奈良県法隆寺で見ることができます。法隆寺の中の大宝蔵院にある玉虫の厨子。これが日本にあった超高速移動マシンです。法隆寺のパンフレットには推古天皇がお持ちになっていた仏前と伝えられていますが、これは超高速移動マシンです。その理由をお話します。これまで話してきたグレベニコフ博士が気づいたのも、種類はわかりませんが、基地質を持っているだろう昆虫。古代エジプトのスカラベも昆虫。さらに言うと、フンコロガシ。別名、タマオシコガネ。コガネムシの仲間ですね。日本の超高速移動マシン、タマムシの厨子の場合、タマムシが使用されたのでしょう。タマムシという虫は、種類が少し異なりますが、甲虫科という種類では同じですね。タマムシの厨子が作られた地域では、フンコロガシ等のコガネムシよりも、タマムシが身近にあったのではないでしょうか。タマムシの厨子。実際に、ヤマトタマムシという種類のタマムシの羽が使われています。ちなみに、約4500匹分のタマムシだそうです。法隆寺は、これはタマムシの羽を装飾としての用途であったのだろうと推測しています。しかし、それは間違いだと僕は考えています。これは装飾のために付けられたものではないんですよね。装飾が理由なのは後付けでしょう。本当は反重力装置に必要だったから付けたと考えます。法隆寺で展示されているタマムシの厨子には、今もわずかにタマムシの羽の一部を見ることができます。見に行かれる方は、しっかりと目を凝らしてじっくり見てくださいね。今回は反重力装置、超高速移動マシンについてお話をしました。これを聞いたみんなは、とんでも話だと思うかもしれませんが、古代より現代の方がよっぽど衰退していますからね。さあ女子のまさこくん、この話どうだった？タマムシを4500匹捕まえたいと思います。やめとけて、まあまあ大変な労力やぞ。ストレンジハンターのタカちゃん、一緒に行こう。いかへんて、俺昆虫ハンターになろう。いかへんて、行こうや。いかへんて。行こう。僕虫嫌いやのに。高速移動マシン乗りたいと思いませんか？それは乗りたい。ほな、行こうか。じゃあここで最後に、グレベニコフ博士が残した言葉で締めましょう。6本足の友達なしに、我々は何もできない。自然と共に生きれば、似たような装置は、すぐに手に入れることができる。自然を守らなければ、もちろんそのような装置も手に入らない。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。太陽の運行を司る。うんこだからうんこ。うまっ。それでいこう。